皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。昨日、Don't Look Up っていう映画を見たんですよ。Netflix で配信しているアメリカの映画なんですけど、これを見て考えたことがあって、内容としては、天文学者が巨大な彗星が地球にぶつかって地球が滅亡するって訴えるんですけど、誰も信じないっていうお話です。レオナルド・ディカプリオとジェニファー・ローレンスが出てて、コメディなんですけど、現実から目を背けるなとか、メディアや SNS の情報を鵜呑みにするな。鵜呑みにするってそのまま信じるって意味なんですけど、とか、そういう大事なテーマがたくさん詰まった映画です。私は物語のテーマとはちょっとずれるんですけど、これを見て、もし地球が滅亡するって言われたら、私は何をしたいかな、何を食べたいかなって思ったんですよ。はい。ということで、今日のテーマは、人生の最後に食べたいものはです。皆さんは人生最後の食事を選べるとしたら何を食べたいですか？この質問はくだらない質問に聞こえますが、結構その人の性格とか価値観とかが現れるんじゃないかなと思っています。価値観っていうのは、その人が何が重要で何が重要じゃないと考えているかとか、その基準みたいなことです。今回の動画では、こう答える人はこんな価値観を持ってるんじゃないかみたいなお話をしようと思います。まず、日本では人生最後の食事を最後の晩餐ってよく言います。レオナルド・ダ・ヴィンチの有名な作品が由来だと思います。イエス・キリストが処刑される前日、12人の弟子との最後の食事シーンを描いた作品ですね。晩餐って言葉は普段は使わないんですけど、夕食とかディナーって意味です。はい。じゃあ皆さん、最後の晩餐は何がいいか、頭の中で思い浮かべてみてください。私は、お母さんの唐揚げです。唐揚げは、鶏肉に醤油とかで味付けして、小麦粉や片栗粉をまぶして油で揚げる料理です。私のお母さんの唐揚げ、めっちゃ美味しいんですよ。お母さんの料理の中で一番好きだし、今まで食べた唐揚げで、お母さんの唐揚げより美味しい唐揚げは食べたことないですね。もう、レシピも教えてもらっているので、自分でも作れます。はい。もし、明日地球が終わるとしたら、家族みんなで唐揚げを食べたいですね。皆さんは答え決まりましたか？はい。最後の晩餐で何を食べたいかっていう質問に対しての答えって大きく分けて3種類に分けられるんじゃないかなと思います。
友達と話したりとか、テレビでその話題が取り上げられていたりしているときに、みんなの答えを聞いて思ったことなんですけど、まず一つ目のパターンは、思い出の料理です。私の答えみたいに、お母さんの唐揚げとか、あとは、家族でよく行っていた中華料理屋さんのチャーハンとか、そういう慣れ親しんだ思い出の味です。これを選ぶ人は、過去の経験だったり、思い出に価値を置いている人なのかなと思います。人との関係や愛情を人生の中心に置いているのではないでしょうか。安心感やぬくもりを求めるタイプなのかなと思います。私も結構昔を振り返る癖があるというか、昔からの友達と話すときとかも、昔こんなことあったよねとか、昔はこうだったけど、今はこうだよねとか、そういう話をするのが好きです。なので、思い出の味を選ぶタイプの人は、そういう傾向があるんじゃないかなと、勝手に思っています。続いて、二つ目のパターンは、ごちそう系です。お寿司とか、焼肉、ステーキとか、フルコースのディナーみたいな豪華なものです。どうせ最後なんだから豪華に行こうみたいな感じ。これを選ぶ人は特別感とか非日常感を大事にするのかなと思います。人生の中で華やかさを大事にしている感じがします。人生は一度きり楽しむべきみたいな明るい人が多いイメージですね。三つ目のパターンはシンプルなものです。お味噌汁とか、お漬物、白いご飯とか、焼き魚とか、昔ながらの日本食みたいなもの。こういう人は本質を大切にするのかなと思います。余計なものはいらない。シンプルに生きたいみたいな。自然体であることを大事にするタイプかなと思います。ありのままの自分で無理をせず生きる人。はい。だいたいこの3つに分けられるんじゃないかなと思います。もちろんね、2つ目と3つ目はないか。1つ目と2つ目の間。例えば、家族でよく食べに行った高級お寿司屋さんとか。わかんないけど。そういうパターンもあるかなと思うんですけど。はい。ネットで調べると、お寿司、焼肉、ラーメン、カレーライスとかって答える人が多いみたいです。やっぱりみんな好きな食べ物を選ぶんですかね、こういう時は。どれも日本人に好きな食べ物はって聞いたらよく出てくる答えかなと思います。ということで、今回は人生最後に食べたいものは何かというところから、その人の性格、価値観について考えてみました。どうでしたでしょうか？人生の最後ということで、
その人が何に幸せを感じるのかとかが見えてくるんじゃないのかなと思います。これは日本人以外の人に聞いたら全然違う答えになるんだろうなって思います。もちろん3つのパターンに当てはめることはできるかなと思うんですけど、例えば韓国の人だったらサムギョプサルとか、フィリピンの人だったらアドボとか、それぞれの国の伝統的な味っていうんですかね。結構生まれ育った国によっても変わってくるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんの最後の晩餐、何を食べたいかコメント欄で教えてください。まあ、いろいろ言いましたけど、最後の晩餐は何を食べるかじゃなくて、誰と食べるかが大事なのかもしれません。ということで、本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。